こんにちは。ゼロから宅建士第18回です。不動産の知識がなくても大丈夫です。前回は時効について学びました。今回のテーマは債務不履行と解除です。約束が守られないとどうなるのでしょうか。履行状態や履行不能を整理します。損害賠償や契約の解除も扱います。まず、今日の全体像を確認します。はじめに債務不履行の種類を学びます。履行状態、履行不能、不完全履行の3つです。次に損害賠償の仕組みを学びます。奇跡事由や賠償の範囲が大切です。最後に契約の解除を整理します。催告解除と無催告解除に分けてみます。はじめに債務不履行とは何かを確認します。債務不履行とは約束通り履行しないことです。例えば、代金を期日に払わない場合です。また、引き渡すものを壊してしまう場合もあります。本来の給付が実現できていない状態です。この時、債権者はどう対応できるでしょうか。一つは、損害賠償を請求することです。もう一つは、契約を解除することです。債務不履行は3つの型に分けられます。1つ目は履行状態です。期限が来ても履行しないことです。2つ目は履行不能です。履行ができなくなることです。例えば、売る建物が焼けてしまう場合です。3つ目は不完全履行です。履行はしたけれど内容が不完全なことです。履行状態はいつから始まるのでしょうか。期限の種類によってその時期が変わります。確定期限があるときは期限が来たときからです。不確定期限のときは少し複雑です。期限の到来後に請求を受けたときが基準です。または到来を知ったときの早い方です。期限の定めがないときは請求を受けたときからです。いつから状態かで責任の範囲が決まります。次に履行不能を詳しく見ていきます。履行が不能なら履行の請求はできません。できないことを求めても意味がないからです。不能かどうかは取引の常識で判断します。契約の前からできない原始的不能もあります。この場合でも契約は有効とされます。そして損害賠償を請求することができます。改正によってこのように整理されました。続いて損害賠償を学びます。賠償の請求には原則、奇跡事由が必要です。奇跡事由とは債務者の責めに返すべき事情です。奇跡事由がないことは債務者側が示します。賠償の方法は金銭によるのが原則です。賠償の範囲はまず通常生じる損害です。さらに予見すべき特別の損害も含みます。特別な事情による損害は予見が基準になります。損害賠償にはいくつか注意点があります。債権者にも過失があれば過失捜察をします。その分賠償額が減らされることになります。金銭債務には特別なルールがあります。金銭債務は不可抗力でも責任を結げれません。また、損害の証明も必要ありません。遅れた分の損害金は法定利率などで決まります。お金の支払いは必ずできると考えられるからです。ここからは契約の解除を学びます。解除とは契約を初めからなかったことにする制度です。解除は相手への意思表示で行います。一旦した解除は撤回できません。ここで大切な点が一つあります。解除に債務者の奇跡事由は必要ありません。改正によってこのように変わりました。ただし、債権者に責任があるときは解除できません。解除には2つの方法があります。1つ目は、催告による解除です。まず、
相当の期間を定めて催告します。履行を改めて求めるわけです。その期間内に履行がなければ解除できます。ただし、ここには例外があります。不履行が軽微な時は解除できません。わずかな不履行での解除を防ぐためです。二つ目は、催告のいらない解除です。一定の場合は、催告せずに解除できます。時効が全部できないときは、すぐ解除できます。全部を拒む意思が明確なときも同じです。定期行為も催告なしで解除できます。時期を過ぎると意味がなくなる契約です。例えば、行事に使う品の注文などです。催告しても目的を達せないなら解除できます。解除をするとどうなるのでしょうか。当事者には現状回復の義務が生じます。受け取ったものを互いに返すことになります。金銭を返すときは利息もつけて返します。受け取ったときからの利息が必要です。ただし、第三者の権利は愛せません。解除前の第三者は登記があれば守られます。なお、解除しても損害賠償は請求できます。関連して危険負担にも触れておきます。双方に責任なく履行が不能になる場合があります。例えば、災害で建物が滅んだ場合です。この時、飼い主は代金の支払いを拒めます。反対給付の履行を拒むことができるのです。支払いを完全になくすには解除が必要です。危険負担と解除は合わせて理解しましょう。ここで今日のクイズです。正しいものはどれでしょうか？ A は解除に必ず欠席事由がいるです。B は金銭債務は不可抗力でも責任をむつれれないです。C は履行不能でも催告が必要です。少し考えてみてください。正解は B です。金銭債務は不可抗力を言い訳にできませんでした。A は誤りで解除に欠席事由は不要です。C も誤りで全部不能なら催告はいりません。今日のまとめです。債務不履行には3つの型がありました。履行状態、履行不能、不完全履行です。損害賠償には欠席事由が必要でした。一方、解除に欠席事由は不要でした。解除の原則は催告による解除でした。全部不能などは催告なしで解除できました。解除の効果は現状回復と第三者保護でした。次回も権利関係を続けます。第19回のテーマは売買と契約不適合責任です。追関請求や代金の減額を学びます。通知期間の1年ルールも扱います。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。